今回はデッド・オア・アライブ2ハードコア、こちらのソフトを解説&比較します。他のデッド・オア・アライブ2との違いは、良いところ、残念なところ、ロード比較、グラフィック&サウンド比較の順番です。それでは動画スタート。まずはデッド・オア・アライブ2ハードコアですが、本物に歴史はいらないというスローガンのもとに開発された、プレイステーション2版無印ドリームキャスト版の後に発売された完全版的なソフトとして、操作の見直し、バランス調整、追加要素などがされたバージョンアップ版である。後に初代 Xbox 用ソフトで発売されたデッド・オア・アライブ2アルティメットが発売されるまでデッド・オア・アライブ2の最終バージョンとされていた。それにしてもこのデッド・アライブ2になり、グラフィックサウンドがパワーアップしましたよね。そんなデッド・アライブ2ハードコアの出来はいかに。いいところ、残念なところ、ロード比較、グラフィックサウンド比較の順番です。プレイステーション2デッド・オア・アライブ2ハードコア、いいところ1つ目、プレイステーション2版ドリームキャスト版の追加要素が収録されており、さらにいろいろな要素を追加した完全版のような出来になっている。2つ目、音声は英語バージョンが収録されており、字幕は5カ国表示と言語もかなりいろいろ選べるようになった。最初プレイした時に英語やで英語と少しビビった。当時は英語で喋るゲームが少なかったので。3個目、ドリームキャスト版のなぜか初回限定版のみに収録されていた CG 鑑賞モードも普通に収録されており、しかもドリームキャスト版よりもボリュームアップされている。いろいろな CG が増えたのは良かった。4個目、プレイステーション2版デッド・オア・アライブ2ハードコアの追加要素としてバトルレックモードが追加されている。自分の戦いを録画でき、再生や一時停止ができる。上手に無風なところで止めることが君にはできるか。5個目、そして CG だけじゃなくムービーの方も追加されている。今までの移植では見れないムービーもあってよかった。6個目、ステージも今までのステージはもちろんさらに8ステージ追加されていて、従来のステージにも階層が増えたので今までのステージでも戦う楽しみが増えた。ステージのギミック、どんなのがあるか結構気になりますよね。7個目、デッド・オア・アライブシリーズといえばやっぱりコスチューム。さらにコスチュームも増えて集めがいがある。デッド・オア・アライブシリーズのコスチュームいろいろありますからね。中には無風なコスチュームも。8個目、操作性は良くなっている。ドリームキャスト版はそうでもないが、プレイステーション2版の無印は本当にホールドしにくかった。他にも操作方法が変わっているところがある。やはりこのシリーズは相手の攻撃を返すのが楽しい。ホールドが出やすくなったのは良かった。9個目、そしてプレイステーション2なので周辺機器が豊富に出ていて、堀のリアルアーケードをはじめとしたいろいろなアケコンから選ぶことができた。ドリームキャストはアーケードスティックかアスキースティックぐらいしかラインナップがなかった。純正のドリームキャストのコントローラー、格闘ゲームには向いてなかったし。10個目、ドリームキャスト版よりもオブジェクトの書き込みが多く背景が作り込まれている。後のコーナーでグラフィック比較しますが、背景のオブジェクトの違いが結構あるんで比べてみてください。11個目、ロード時間は早く快適にプレイできる。ドリームキャスト版も早いか、どちらが早いかはロード比較で比較します。それもこの後のコーナーで比較するのでお楽しみに。12個目、他にも戦闘スピードが 1.2 倍になるターボモード、コマンドを入れることによって着れるコスチューム、隠しアイテムなどいろいろなサービス旺盛な隠し要素が満載なのも良かった。プレイステーション2デッド・オア・アライブ2ハードコア、残念なところ1つ目、完全版の発売日が早すぎた。プレイステーション2の無印2000年3月30日発売から約9ヶ月後の2000年12月14日に発売された。無印を買ったユーザーには完全版で出るのが早すぎんかと思ったことであろう。何を隠そう、それは私だ。2つ目、ドリームキャスト版はネットワーク対応だったので専用ページを見れたが、ハードコアはネットワークに対応してなく専用ページを見ることができない。
それも完全版と言い切れない理由の一つであった。3個目、グラフィックだがドリームキャスト版は VGA 出力に対応しており綺麗に出力できた。デッドアライブハードコアも D 端子コンポーネント端子には対応しているがプログレッシブ出力に対応していないのでドリームキャスト版より少し画質が悪い。それでも十分に綺麗なのだが個人的にはプログレッシブ出力に対応してほしかった。4個目、ラスボスのバンコクツ防戦だがプレイステーション2のスペックを生かしたつもりなのか、もやみたいなエフェクトがかかっていて非常に見えにくく戦いにくい。マジであのエフェクトはいらない。5個目、隠し要素が豊富なのはいいが隠しキャラバイマンとバンコツポを出す条件、お目当てのコスチュームを出す条件が厳しすぎ。全開にするためにはかなりの作業が必要となる。マジで作業地獄。6個目、そしてデッド・オア・アライブシリーズの売りでもある胸が揺れパンチラ要素。なんか家族の前でプレイするのがちょっと躊躇する。良いゲームなのでプレイしたい時になんかちょっと躊躇してしまう。エクストリームシリーズよりは全然いいんですけどね、あれは家族の前ではできません。ロード比較、デッド・オア・アライブ2ハードコアと比べるのはプレイステーション2無印とドリームキャスト版です。同じハードの無印、ハードが違うドリームキャスト版、違いは出るのか比較スタートです。初戦のロード比較です。キャラクターを選択して画面が切り替わりだしたらカウンタースタートします。今回のキャラクターはチャイナドレスがセクシーなレイファンちゃん。カウンタースタートしました。さあソフトの違い、ハードの違いはどこまで影響するのか。ドリームキャスト版が早かった 8.10 秒。続きましてデッド・アライブ2ハードコア 8.83 秒。その差は 0.73 秒とほぼ差が出なかったですね。最後にプレイステーション2デッド・オア・アライブ2無印 11.46 秒。ここは結構差が出ました。その差は 2.63 秒。同じハードプレイステーション2でかなり差が出ましたね。発売日の9ヶ月の差がここまであるのか。前作との比較です。前作はプレイステーション、そして今作はプレイステーション2。ハードのスペックの差はどこまで出るのか見ていきましょう。こちらも初戦のロード比較です。キャラクターを選択して画面が切り替わりだしたらカウンタースタートします。今回もキャラクターはレイファンちゃん。カウンタースタートしました。プレイステーション2の性能差はどこまで出るのか。プレイステーション2デッド・オア・アライブ2ハードコアが早かった 8.83 秒。そしてプレイステーションデッド・オア・アライブプラス 9.06 秒。その差はほぼなく 0.23 秒でした。ハードの性能の差はロード時間では出なかったですね。グラフィックの差はかなり出ているみたいですが、ということで続きましてグラフィック&サウンド比較いきましょう。グラフィック&サウンド比較、先ほどに引き続き無印ドリームキャスト版ハードコアの3本で比較します。プレイステーション22本、ドリームキャスト1本です。ソフトの違い、ハードの違いがあるのか比べます。プレイステーション2はコンポーネントで出力できる HDMI コンバーター、ドリームキャストは VGA 出力対応の HDMI コンバーターです。今回比較するのはジャン・リーとの戦い。薄暗いステージです。発色や水しぶきなど見比べてください。レイファンのチャイナ服の揺れ方はどう違うのか。無印ドリームキャスト版ハードコア出力の違いで発色の違いが出てますね。プレイステーション2、2本は発色の違い、グラフィックの違いはないですが、ドリームキャストは VGA 出力なので発色が強くはっきり出力してますね。プレイステーション2はプログレッシブ出力に対応してなかったのが悔やまれます。
水しぶきなどはプレイステーション2の方が派手ですね。グラフィックの進化も見ていきましょう。前作プレイステーション版デッド・オア・アライブプラスと比較、ハードの進化、ソフトの進化見ていきましょう。女子レスラーティナ、前作からかなりキャラが変わってます。その違いやプルルン具合も見てください。デッド・オア・アライブプラス、ハードコア、かなり進化してますね。デッド・オア・アライブプラスは正直キャラが可愛くないし、胸の揺れも不自然に上下に揺れてますね。ある意味ネタぐらい揺れてます。デッド・オア・アライブ2になってキャラクターが可愛くなって自然な揺れになりましたよね。かなり進化してます。感想とまとめです。今回はプレイステーション2用ソフトデッド・オア・アライブ2ハードコア、こちらの方を個人的にはよくできたソフトだと思います。バランスもいいしね、何気に対戦ツールとしても楽しめました。ただね、キャラが揺れたりね、可愛かったりするんで、結構色物だっていうね、目で見られていたソフトでもあります。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。また次回ね、いろいろな動画も作るので、そちらの方もよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。